7割の実務をして3割の余白、この時間で結局成果が左右されますから、でも管理職っていうのは結局チームの実績、成長を行動だけでは基本的には評価されないですよね。はい、こんにちは、恩地です。このチャンネルでは14歳から働き、21歳で起業、これまでに300億円以上売り上げた経験で培った組織づくり、育成術などをお話ししています。興味のある方、見ていただけると嬉しいです。はい。ということで本日もよろしくお願いします。はい、本日のテーマがですね、プレイヤーと幹部の違い、行動と意識のシフトということで、こちらどういった内容になっておりますでしょうか。はい。プレイヤーからですね、はい、管理職になるという人のためにですね、はい、過去の経験から全然やっぱ仕事内容とか違うので、結構その辺の違い、失敗というかですね、してしまうことも多いなと思いまして、できる限り初めの方で理解をして、速やかに結果が出るようにですね、やってもらえたらいいなということで、こういうお話をしてるんですけども、なので管理職になったばっかりの方、なる方、なりたいと思っている方、またはちょっと改めてですね、今も管理職だけれども学びたい方、みたいなのが対象なんですけど、そういった人向けにこう伝えていくと、いうことで話していきますと。まずですね、幹部っていうのはプレイヤーの延長ではなく、全く別の役割と評価軸を持つ存在であるということ。当然ながら自分の成果よりも組織とかその部門とかチームとかですね、それら全体の成果に責任を持つこと。幹部はですね、自分がどう動いたではなく、チームに何を起こさせたかで評価されますと。プレイヤーと幹部は別の競技で戦う存在ですと。もう全然別の競技ですとですね。多くの新任管理職はですね、最初につまずく理由、プレイヤーの延長で管理職をやってしまうんですよね。意識しててもどれだけ理解してても結果そうなってること多いですね。なるほど。ここではやっぱりその幹部として求められる意識、行動評価の視点を明確にして、役割を正しく理解していただきたいなと思っております。まずプレイヤーと、管理職の構造的な違いを明確にしましょうと。まず役割ですよね。プレイヤーはですね、任されたというか与えられた業務をこなすと。管理職はその任されたセクションの全体の成果を作るというですね。プレイヤー成果の対象っていうのは自分自身の例えば、売上だったりとか、タスクだったりとか、行ったやつですよね。でも管理職はその自分の管轄しているセクション全体の数字ですよね。指標数値ですよね。で、時間配分でいくとプレイヤーは目の前の業務が主ですよね。で、管理職っていうのは未来のことにも時間を使うので、中長期の戦略とか改善にも時間を使いますと。評価軸に関してはプレイヤーは割と行動軸でも評価できるんですね。例えば人によっては行動さえしておけば一定の成果が担保されるような仕組みができていれば、行動が成果につながってこれが評価になるじゃないですか。だから動いた分だけこう評価につながりやすいと。でも管理職っていうのは結局チームの実績、成長をこんなもんですよね。でより行動じゃないんですよ。行動しないと結果生まれないんですけど、行動だけでは基本的には評価されないですよね。結果出さないと。チーム全体の。で、問題解決の範囲もですね、自分の仕事内で起こる問題を解決していればいいプレイヤーと、管理職はチームももちろんながら構造課題とか他の部門やチームとの課題、要は問題も出てきたりするわけですね。これも全部、自分の解決範囲ですね。プレイヤーは成果の再現性に関して基本あんまり求められません。ですけど管理職は求められますよ。求められる。プレイヤーってだからその人がいないと、基本的には止まっちゃうんですよ。いないから。なるほど。でも管理職はそれじゃダメだから、自分がいなくてもそうだし、プレイヤーがちょっと欠けても何かイレギュラーがあっても回る状態を作るっていうことをしなきゃいけないわけですよね。ちょっと考え方変えるとですね、戦略、戦術、戦闘みたいな話があると思うんですよ。
そうだな。戦国時代を思い浮かべてください。戦略を練る人がいて、それを戦術に落とし込む人がいて、戦闘する人がいるんですよ。戦国時代に置き換えると、将軍が軍師と戦略を練りますと。それを幹部に伝えます。幹部は、例えば100人称だ、1000人称だっていう、それぞれの自分のチームがあるので、自分に、その戦略に沿って、自分たちのチーム、部門が何をしなければならないといけないか、戦術を考えます。戦略を実現するための戦術ですね。いざ、その戦術を持って戦うのは、歩兵だったり、騎兵だったり、それこそ目の前の敵と刀で相対する人たちですよね。ここを考えると分かりやすいと思うんですけど、プレイヤーっていうのは、あくまでも戦闘をしてるんですよ。とにかく、練られた戦略と戦術の中で、目の前の敵をぶった切ると。これをするのが仕事なわけですね。で、どれだけぶった切ったかみたいなね。でも管理職はまさにその戦術、ないし戦略を作る側ですよね。戦闘って目の前に敵が来るし、もう目の前にやることすごい明確なんで、自分のリソース100だとしたら100それやってれば言い方ですいいんですよ。でも管理職はその戦術を考えなきゃいけないんで、その戦術がちゃんと実行されるようにやらなければならないきゃいけないので、実際に何をやるかっていうのがやらない選択肢も正直あるんですよ。てか取れちゃうんですよね。要は目の前に敵が来て切りかかられてるわけじゃないし、目の前に敵がいて切るわけでもないんですよ。それを俯瞰してどう戦うかを考えてそれを実行させるわけじゃないですか。時には先頭に立って戦うこともあるかもしれません。でもそれも全部ひっくるめて計算しなきゃいけないわけですね。だから要はなんて言うんだろうな、自分も会社ってすごく感じるんですけど、やることが明確なことがどれだけ精神的余裕があるかって話ですね。要は目の前に来たことをやればいい、言い方ですけどやればいいだけ、これプレイヤーなんですよ。でその中でひたすらやればいいだけなんだけど、どれぐらいやれるかを追求するのがプレイヤーです。でも管理職はそれすらも全部考えることなんで、だから今までこうやって目の前にこうバンバン仕事が来て、それをぶった切ってことをやってた人がいきなり管理職ですって言われて、戦術考えてください、頭を使うということになるわけですよね。これみんな大体何やればいいんだろう俺ってなりがちなんですよ。理想で言うと時間配分を自分がやらなければいけないタスク、職種とか業種にもよりますけど、うちで言うならば 70% ぐらいは、まさになんかその目の前に来る業務、オペレーション、タスクやりなさいと。30% は未来のことについて考える行動をする時間を必ず作りなさいってこう言うんですね。なんですけどこの 30% ができないんですよ。何やっていいか分かんないから。だって今までと全然違うんですよ。今までは来たものをこう裁くみたいな感じが、来たものを飛ばす役目なんで。だからよく僕も社内で言うのは、球が来て打ち返すのは得意なんですと、プレイヤーは。だけどどうしたら球が来ないかを考えることがみんなできないんですよ、最初ね。なのでそう、みんな結果どうなるかっていうと、何していいか分かんないんで、全く意味のないことをやったり、最悪な時はサボったり、結果がやっぱ出なくなってくるんですよね。最初はなんとかこうプレイヤーからやってるんで、プレイヤーの仕事をやっちゃうわけですよ。それも別にダメじゃなくて、意図を持ってそういうのがあればいいんですよね。意図があってそういうことをやってる。例えばチームで信頼関係をちゃんと作るために、まずはみんながどういう風な思いで仕事をしているのか、具体的にどういう仕事をしているのか知るために現場に出るとか、率先垂範でやってみるとか、意図があるかないか結構重要ですよね。なるほど。ちょっと話戻りますと、次にこう新任管理職が陥りやすい3つの誤解。1つ目はですね、自分の成果を認められるっていうのはもう全部誤解ですよね。要は自分が出した数字みたいな、例えば営業マネージャーに自分が売ってきた数字とかね、これは認められないですよ、マネージャーだったら。だって全部チームの成果を見るから。あなた個人が出した別に成果は知りません。なんでやっぱり成果はチームで出すものなんで、他人を通じて成果を出す力ってのは必要ですよね。なるほど。2つ目、部下がうまく動かないのは本人の問題だっていう認識を持つ人がやっぱすぐいるんですよね。これよくプレイヤーの時にこういうワードを言ってる人がいたら要注意なんですけど、なんで自分の方が仕事ができて量もやって実績もあるのにあの人と給料同じなんですか、待遇一緒なんですかとか、
役職一緒なんですかとか、こういう風なワードを言ってしまう人って、この思考に陥りやすいですよね。本人の問題でしょみたいな。管理職になったら、ね、部下の成果の責任者なんで、部下が動かないから成果が出ませんとか、部下が動かないから困ってますっていうのは、って話ですよ。いや、考えるのがお前だろみたいな。だから、なぜ動けないかを構造で考えて解決しに行かないといけませんよってことですね。なるほど。3つ目はですね、忙しさイコール重要性。要は、時間じゃないんですと。はい。プレイヤーの時はですね、さっき言ったように切ってる。切ってる時間、時給。そして、切った成果でもしかしたら具合とかあるかもしれない。簡単ですよね。だから、ある意味、時間イコールお金に結構直結するんですよ。確かに。でも、管理職は時間じゃないんですよ。よく管理職あるあるで、確かに時間も働かなきゃいけない時もあるし、場合もあると。僕も結構働きますけど、でも結局最後見られるのは時間は関係ないとですね。だから忙しいか忙しくないかは重要じゃないって話ですね。もっと言うと余裕がある人の方がいいですよね。誤解は忙しさイコール重要性とか、働いてるから忙しいとかどうでもいいです。3部は結構余白で判断する。まさにさっき言った7、3の考え方で言うならば、7割の実務をして3割の余白、この時間で結局成果が左右されますから、本当は7割で収めたい実務を100やってたら忙しいし時間もないんだけど、これは評価されないですよと、考えてるこの時間を持ててない時点でもう危険です。次にその管理職に求められる新しい評価の視点何なのというところでいきますと、大前提でいくと基本はね、成果なんですよ。成果ですよね。じゃあその成果の分解していくとって感じなんですけど、成果の再現性ありますかと。自分がやらなくても回る仕組みを作れてるかとか、そこにプラス自分がやってるからもっと成果出てるんだよみたいな状態とかね。エースがいなくても一定の成果出る仕組み作ってます。この成果をとにかく出すために、来年同じ成果以上出せるような再現性ありますか？仕組みみたいな感じで作れましたか？作ってますか？こんな感じですよね。次に育成を見られますよと。ちゃんとその部下を通じて成果出してますか？成長してますか？あとは判断力とかもやっぱ見てますよね。組織とか理念とか利益とか、あと経営者目線で見て判断できてますかね。とかね。あと影響力。その組織とか部門の空気とかね、そういったものに良い影響を与えてますか？大事ですね。あとは改善とかですかね。課題見つけて変える仕組みとか作ってますかねと。こんなようなことはやっぱ結構見られるんじゃないかなと思いますね。改めてなりますが、成果の定義の変化っていうのがあって、分かりやすく言うとプレイヤーは自分の売り上げだとか、自分のタスク処理だとか、自分のそのスピードだとか、主な対象は自分でしょと。チームリーダーにちょっとなってくると、チームとしての数値達成とか、再現性とか、大事チームじゃないですかと。管理職とかになってくると、チームが自走する仕組みだ、部下の成長だ、長期的な改善だ、こういう成果を求められるわけですね。主な対象がやっぱりその組織全体とか部門全体とか、強いてはね、上級幹部とか会社全体ですよね。全然定義が変わっちゃうんで。なるほど。プレイヤー的マネジメントにありがちな NG 行動っていうのをいろいろ考えたんですけど、まず一つ目は、意図なく自分で全部やる。さっきの話ですけど、自分で全てやってしまうことがいいか悪いかって言ったら、本当に全てやってたら微妙だと思うんですよ。ぶっちゃけやることはあるんですよ、自分でね。でも、意図があるんですよね、全部。それはだから、チーム全体で成果を出すとか、部下を育てるとかっていう意図を持って自分でやることがあるわけですよ。でも意図も何もなく自分で全部やっちゃうよ。こいつに任せても衝突性が全部やっちゃおうか。みたいなのはダメですね。再現性がないってことですね。次、KPI だけで部下を評価する。要はだから数値だけですよね。もちろん結果で評価しますよ。結果で評価しますけど、言いたいのは、結果は必ずプロセスの賜物なんで、プロセス無視はいけないですよと。なぜならば、大事な要素で心理的安全性を部下が失うので。なるほど。数字だけで評価するよっていうのはある意味正しいんですけど、部下にそう思われちゃいけないわけですよ。そう思われちゃいけないって、とにかくその心理的なそのネガティブな面を出させてはいけないんで、結果出しなきゃダメだなじゃなくて、どうそれを支援する設計をするかっていう話だから。なるほどね。
だから、注意ポイントはね、あの人は数字でしか言い悪い言わないんだよな。で、ある意味正しいんだけど、そう言われちゃうことの、その空気に問題があったり、長期的だとちょっと不安になりますよね。なるほど。はい。あとは、NG で言うとね、注意とか指導を避ける。ダメなのに怒らない、叱らない、ダメなことをダメって言えない人、注意もできない人。これはね、結構まずいですよね。確かに。基準外明になったり、ね、あの人はいいのに私はダメなんだとかね、不公平感が生むと繋がっていっちゃうんで。あとこれも、マイクロマネジメントは僕はダメだとは思わないんですけど、これも一緒で、意図なきマイクロマネジメントはダメですよね。なるほど。コントロール欲とか承認欲からの行動。意図ないマイクロマネジメントは、あんまりそうだから再現性ないし、何のためにやってんですかってなっちゃうから、意図があるマイクロマネジメントはいいんですよ。例えば入ったばっかりでちゃんと教えなきゃいけないとか、習慣化させるまでちゃんとこうずっと一緒にこうやらなきゃいけないとかね。マイクロマネジメント全部ダメじゃないんですけど、意図ないのはダメですよねって感じですよね。で、さっきも言った通り考える時間ゼロ。考える時間ゼロ。判断が場当たり的になりますと。成果を手放せない人ですね。はい。部下の成果を奪って自分依存になる。あと役割の定義が曖昧になっちゃう人ですね。責任も曖昧になりますと。はい。あと細かいこと言ったらいっぱいあるんですけど、まあこのようにしておきましょう。はい。で、これもね、なんとも言えないんですけど、プレイヤーとして優秀だった人ほど、自分が動いた方が早いっていう思考からなかなか抜け出すの大変なんですよね。なんかそんな気がします。僕もそうでした。そうですか。自分で動いた方が早いし3倍できるしみたいな。だからそうやって成果を出すことも一定の時期はいいんですよね。でもずっとできないから、そう、先ほども言ったように、ここでまた100ゼロもダメなんですよ。言いたいことは、自分がやった方が全部早いから、結果も出るから自分が全部やる100、0。これもダメだし、でもそれ良くないから、自分をやらずに他人に頑張って動いてもらおう。僕0、他人100。これもダメ。正しいのは、100、0ではなくて、フェーズによって90、10だったり、50、50だったり、ね、時には90自分が動いたり、動かしたり、ちゃんとそのフェーズによって適切に、バランス取れることですよね。はい。とにかく幹部、管理職っていうのは、自分の手だけでなく、チームの手で成果を出す職業だと。だからまあ、プレイヤーとしての成功体験を捨てて、別の競技へとステージを変える、上げるっていうことをしなければうまくいきませんよと。全く別物ですと。なるほど。ありがとうございます。プレイヤーと管理職の明確な違いを提言いただいてありがとうございました。今日は以上になります。最後まで見ちゃった方、何か少しでも気づき、学びがあった方がいたら嬉しいです。ありがとうございました。